盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回のテーマは、錦松とかね赤松は黒松などに比べて芽切りのタイミングが結構早いですよという、そういうテーマでいこうかなと思います。で、本題に入る前に少しだけお時間ください。今無料のメールマガジンやっております。概要欄からね、メールアドレスだけで登録できる登録フォームありますんで、そちらからね、登録してもらって、こういう僕が今 YouTube とかで説明してる内容をね文字とかね専用の動画なんかにして分かりやすくやってますんで、よかったらそれがね定期的に届くんです、勝手にね。はい、もしよかったらそちらでも勉強してみてください。では本題に戻ります。芽切りね、黒松の芽切り一番代表的なもう6月頃のね作業ですけども、錦松とか赤松も芽切りは必要な場合が多いですね。でただ黒松に比べてね錦松赤松はねちょっと芽切りに弱いんですね。はい、なんで同じような芽の長さ、黒松とね同じような芽の長さでも黒松と錦松は早めに切った方が安全です。昔ね赤松なんかで黒松と同じぐらいの芽でもちょっと弱かったかな、それを、6月中旬とか下旬に、何気なしに切ってみたら傷んだ上に枯れていくみたいな、芽があんまり出ずにね、そういうことがあって、それから赤松、錦松はもともと早く切ってたんですけど、赤松なんかでも早めにね、それこそうちだともう6月初旬にはもう終わるぐらい、赤松の芽切りが5月下旬から6月初旬ぐらいの間にやってちょうどいいというか、そんなに葉も長くならないし元気な芽が出るしと。で遅かった時は枯れたと、そういうのもありまして、その赤松、錦松も早めに切ってる方が、無難かなと。うちも錦松ね錦松は昔からね早めがいいってうちの先代からね先代から長い歴史の中で言ってきたんで、大体5月のね末から6月初旬ぐらいやっぱ錦松ね早めに終わらしてました。で最近僕が赤松ちょこちょこと昔あんまなかったんですけど赤松をちょこちょこね持つようになって枯らした経験もあって、赤松も早い方がいいなというふうに言うようになりました。大体ここをね西日本のね香川県の高松市温暖な地域で、そういう場所で錦松赤松がうちで切ってるのが5月下旬から6月のもうほんと頭初旬の間にはもう終わらすようにしてます。特にこのね目の前にある錦松、これ今年植え替えしてもないのにかなり芽がちっちゃいんですね。こういう錦松だとひょっとしたら植え替えした年ではないけども芽切りしないかもしれないです。去年僕これ芽切りしたかな、なんかあんまり芽が伸びてないですね。やっぱ錦松多分伸びにくいんですね、葉もね芽もね。これだったらちょっとたまに強い芽をね5月中旬ぐらいに切って終わりにするかな、しないかな、これ芽切りしないです。今判断してますけど、これだったらもう芽切りはしないですね。でこちら赤松置いてますけど、芽のサイズが小さいといえば小さいんですけど、木に対しては程よいぐらいでも、これ見た感じ芽切りが遅いと傷みそうな雰囲気感じれるなと思うので、これだったらうちの地域だと6月初旬までには終わらしたいですね。やっぱり6月中旬まではほっとかないですね。もう早めに、5月下旬でもいいぐらいかもしれないです。今日ね錦松とか赤松とかは早めに、黒松より比較的早めに切った方がいいですよと言ったんですけど、大体ねなんとなく目安としては黒松より2週間ぐらい早いぐらい、その芽のサイズね黒松と同じぐらいの芽のサイズしてたとしたら、その黒松は6月中旬だとしても、2週目だとしても、赤松や錦松は6月1週目とかね、
2週間ぐらい早くするというぐらいがだいたい分かりやすい目安かなと思います。はい、本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷温泉4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価メールマガジンもよろしくお願いします。